筋トレ毎日やってる？それとも休んだ方がいい？この質問30年で何百回聞かれたかわからない。答えを言う。毎日やるやつは伸びない。これ感覚じゃなくて科学的にそうなってる。筋肉はトレーニング中じゃなくて休んでる間に成長するんだ。でもこれを知らずに毎日追い込んでるやつが多すぎる。今日はなぜ休息が筋肉を作るのかを全部話す。これを知ってるかどうかで結果が全然変わってくる。まず世の中の常識を整理する。筋トレは毎日やった方が効果的。こう思ってる人めちゃくちゃ多い。気持ちはわかる。毎日やった方が早く筋肉つきそうだよな。でもこれ完全に間違いだ。逆に週1回でも十分っていう人もいる。これも微妙に間違ってる。じゃあ正解は何か。同じ部位は週に3回。これがベストだ。なぜか筋トレって筋肉を破壊してるんだよ。前にも話したけど筋繊維に小さな傷をつけてる。でその傷を修復するときに前より太く強く再生される。これが超回復だ。問題はこの修復に時間がかかるってこと。研究によると筋肉の修復には48から72時間かかる。つまり2、3日だ。この間に同じ部位を鍛えるとどうなるか。修復が終わる前にまた傷つける。傷の上に傷を重ねてるようなもんだ。これじゃ筋肉は成長しない。むしろ弱くなる。毎日同じ部位を鍛えてるやつ頑張ってるのに結果が出ない理由はこれだ。筋肉に回復する時間を与えてないんだよ。超回復についてもう少し詳しく話す。筋トレすると筋肉は一時的に弱くなる。これ知らない人多いだろう。トレーニング直後は筋力が落ちてる状態なんだ。そこから24時間くらいで元のレベルに戻る。さらに48から72時間で元より強くなる。このタイミングが超回復だ。グラフで見ると筋力は一度下がってそれから上がる。V 字回復みたいな形になる。大事なのはこの上がったタイミングで次のトレーニングをすること。早すぎると回復してない。遅すぎると元に戻ってしまう。研究でも同じ部位のトレーニングは週に2、3回が最も効果的ってデータがある。毎日やるより週3回の方が筋肥大効果が高いんだ。具体的には週6回と週3回を比較した研究がある。結果は週3回の方が筋肉量の増加が約 15% 多かった。回数を減らした方が結果が出るって面白いだろ。でも科学的には当然の結果なんだ。僕も20代の頃毎日腕立てしてた時期がある。毎日100回やれば腕が太くなるって信じてた。3ヶ月続けた結果全然変わらなかった。むしろ肘が痛くなって1週間休む羽目になった。でその1週間休んだ後に気づいたんだ。あれなんか腕が太くなってるって。休んでる間に筋肉が回復して成長してたんだよ。毎日やってた3ヶ月より休んだ1週間の方が効果あった。あの時初めて休息も筋トレの一部って理解した。それ以来休むことに罪悪感を感じなくなった。じゃあ具体的にどうすればいいか。ポイントは3つある。1つ目、同じ部位は48時間以上空けろ。月曜に胸をやったら次の胸は水曜以降。これが基本ルールだ。48時間は最低ライン。ハードにやった時は72時間空けてもいい。目安は筋肉痛が完全に取れてからだ。筋肉痛が残ってる状態でやるのは回復を邪魔してる。2つ目、分割法を使え。毎日筋トレしたいなら部位を分けろ。月曜は胸、火曜は背中、水曜は足。こうすれば毎日やっても同じ部位は週2回になる。これを分割法っていう。全身を1日でやる全身法もあるけど、その場合は中1日2日空ける。週3から4回が限界だ。初心者には全身法を週3回がおすすめ。慣れてきたら分割法に移行しろ。3つ目、週に1日2日は完全休養日を作れ。筋トレしない日を意図的に作る。この日は筋肉だけじゃなくて神経系も回復する。筋トレって筋肉だけじゃなくて脳も疲れるんだ。完全休養日がないとオーバートレーニングになる。よくある間違いも言っておく。筋肉痛がないと効いてないって思ってるやつ、それ間違いだ。筋肉痛は筋肥大の指標じゃない。筋肉痛がなくても筋肉は成長してる。むしろ毎回筋肉痛になるのは回復が追いついてない証拠かもしれない。ここからは応用編。基本が分かった上でさらに効果を高める話をする。実は最適な休息日数は人によって違う。年齢、トレーニング歴、睡眠の質、栄養状態、これらで回復速度は変わる。20代と40代じゃ回復にかかる時間が全然違う。40代以降は48時間じゃ足りないことも多い。72時間、場合によっては96時間必要な人もいる。自分の回復力を知ることが大事だ。簡単な判断方法を教える。トレーニングの重量が伸びてるか伸びてないなら休息が足りてない可能性がある。あと疲労感が抜けないとかやる気が出ないとか、
これはオーバートレーニングのサインだ。オーバートレーニングになるとどうなるか。筋力が落ちる。免疫力が下がる。睡眠の質が悪くなる。最悪の場合、数週間トレーニングできなくなる。頑張りすぎて逆効果になるパターンだ。10年前の話なんだけど、僕は週6でジムに通ってた時期がある。休むのがもったいないって思ってた。でもある時から重量が全然伸びなくなった。3ヶ月くらいずっと停滞。おかしいなと思って調べたら、オーバートレーニングの症状にぴったりだった。思い切って1週間完全に休んだ。最初は不安だった。筋肉落ちるんじゃないかって。でも1週間後にジム行ったら、ベンチプレスの重量が5キロ伸びた。休んでる間に体が回復して強くなってたんだ。それ以来休むのも筋トレって考えるようになった。週6を週4に減らした。結果、週4の方が明らかに成長した。ただし注意点もある。休みすぎもダメだ。2週間以上同じ部位を放置すると筋肉は落ち始める。これをディトレーニングっていう。休息は大事だけど休みすぎは逆効果。バランスが大事なんだ。今日の話。ポイントは3つ。1つ目、筋肉は休んでる間に成長する。トレーニングは筋肉を壊してるだけ。本当の成長は休息中に起きる。超回復には48から72時間かかる。だから同じ部位は週2から3回がベスト。毎日同じ部位をやるのは逆効果だ。2つ目、分割法で毎日トレーニングは可能。毎日やりたいなら部位を分けろ。月曜は胸、火曜は背中、水曜は足。こうすれば同じ部位に48時間以上の休息を確保できる。ただし週1から2日は完全休養日を入れろ。3つ目、休息不足はオーバートレーニングを招く。重量が伸びない、疲れが取れない、やる気が出ない。これらはオーバートレーニングのサインだ。無視して続けると逆に弱くなる。休むことに罪悪感を感じるな。全部覚えなくていい。今日一番大事なのはこれだ。休息も筋トレの一部。毎日追い込んでるやつより計画的に休んでるやつの方が伸びる。頑張ってるのに結果が出ない人、休息を見直してみろ。それだけで変わる可能性がある。このチャンネルでは筋トレの本当の話をしてる。毎日やれ追い込めみたいな根性論じゃなく、科学的根拠と30年の経験を混ぜて話してる。頑張ってるのに結果出ないなって思ってた人、多分このチャンネルの話が刺さると思う。気になる人はチャンネル登録しといて。じゃあまた。